老け見えしますみたいなので行こうかなと思ったんですよ。老け見えしない。はい、いつもご視聴いただきありがとうございます。ウェルネスオーバー50リカです。今日は半眼メイクということでね、こっちパウダーだけ、こっちをツヤ感のあるクリームだけで仕上げて、どういう風にね違いがあるのか見ていきたいと思います。私はあんまりパウダー系のファンデーションとかね使わない方なんですけれども、ファンデーションはパウダーしか使わないっていう方もいると思います。最近のトレンドっていうかね、こういうクッションファンデが結構ねどの会社も出していてねメジャーかなと思うんですけれども、果たしてねツヤ感が正義なのか、50代ねツヤ感は必要だと思います。私もねツヤ感重視のメイクアップをね普段してるんですけれども、さてね本当にそれだけでいいのか、パウダー系はダメなのか、それをね見ていきたいと思います。それでは半分ねこっち側をパウダーで仕上げていきたいと思います。ちょっと本当に怖いので、パウダー系やるときはねツヤを私は出したいので、こちらグローレシピ、こちらのプライマーをね、全体的に塗っていきたいと思います。本当はもうパウダーの方はめっちゃマットにして全部マットな色味使ってとかしようかなと思ったんですけども、今時ねそんなにね全部マットで仕上げる人いないなと思って、それはちょっと悪意がありすぎると思ったので、今回はねパウダーだけれどもツヤがちゃんとそこそこ出るようにして見ていきたいと思います。今回ね使わせていただくこのファンデーション、こちら新しいものじゃないので、もしかしたら今時もっとねいいやつがあるかもしれません。こちらねこういうケーキファンデーションになります。なんとかエマルジョンみたいなね、ああいうちょっとジュワッとする系でもありません。しっかりケーキです。はい、ということでこれをねこっち側塗っていきたいと思います。塗る前にねシミちょっと隠しましょう。私はここに大きいシミがあるので、これをちょっとパウダーでねやる人は最初にコンシーラーでシミを隠しましょう。最近肌の調子がまた悪くてね、若干アレルギー出ております。はい、こんな感じです。では塗っていきたいと思います。付属のパフで塗っていきます。こんな感じです。さらっとしてる。このファンデーションね結構薄付きでいいかも。ほら、表面がすごいさらっと、鼻の毛穴とか結構ねカバーしてくれる。スルッとカバーした。すごいね、すごいいい感じ。カバー力ある。しかもそんなにね厚付きに見えない。言うてもこれもう廃盤かも。はい、こんな感じです。パウダーでコントゥアとチークとアイシャドウやっていきます。鼻のコントゥアもしていきます。アイシャドウも塗っていきます。アイシャドウもねいつものこちら使っていきます。このねこの色とこの色とハイライト、これで上にちょっとキラキラっと乗っけて、あんまりマットすぎないようにしていきたいと思います。やっぱりね血色よくしたいので
ちょっとだけ目尻を、この締め色みたいなのはちょっとキラキラしてる。お目尻だけさっと入れます。で真ん中にちょっと濡れたようなラメを入れて、ハイライトのこれちょっとここ入れておこうか。はい、こんな感じです。はい、あとはちょっとねチークを入れます。チークもパウダーだけども、この間発掘したすごいねこのツヤのあるやつを血色、ツヤったね。ファンデーションがツヤがないので、ツヤのあるものでツヤを足していきます。ハイライトもちょっと入れます。パウダーのものでツヤを足していきます。ちょっとね頬の高いところと、ほい、こんな感じできました。アイシャドウまで。ちょっとじゃあアイラインとマスカラをちょこっとだけやります。マスカラまで終わりました。こんな感じ。ファンデーションはマット、まあねパウダーなんでマットなんですけど、チークとハイライトでちょっとツヤ感を出しました。なのでね、そこまでマットな仕上がりにはなっていないと思います。はい、それではこちらね、ツヤの方クリームだけで仕上げていきたいと思います。まあ相変わらずのねティルティルの回し物かのようにティルティルを使っておりますが、こっちでも Amazon でもすごいね10何ドルで買えるし、めっちゃ手に入りやすいんですよね。なのでこれを使っております。お手頃。こういうね筆で塗っていきます。ちょっとね今肌の状態があんまりこの辺ね良くないので、ちょっとしっかりめでね塗っていきたいと思います。すいませんね、こんな時にメイク動画を撮る。でこの伸ばしてるこの筆も、このね筆の会社はツヤに仕上げる用とマットに仕上げる用があって、これはツヤに仕上げる用なんですよ。なのでさらにツヤ感がマシマシだと思います。で叩いていきます。密着させることでさらにツヤと、シワ感っていうかね、このちりめんのシワ感を緩和させる、そういう効果があります。でね、ちょっと足りないところはまた足していきます。はい、こんな感じでできました。それではね、コントゥアもこれクリームクリームなのかな、クリームのこれでやっていきたいと思います。コントゥアもね結構上目にやる、ここにやるとねほんと顔が下がっちゃうので、このね実はチークボーンのちょっと高いところぐらいにすると視線が上に行くのでね、ここのねへこみが目立たなくなるっていう感じになります。でノーズ入れていきます。それでは相変わらずのこちらの RMS さんのチークを相変わらず使っていきたいと思います。これもね軽くトン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 、ちょっと上目にねこの辺に血色よく入れていきたいと思います。ほい、早いね。そしてハイライトね、また同じ RMS さんのイルミナイザーをはい使いました。でアイシャドウ
アイシャドウもこの間購入したばかりですね。フェンティビューティーさん、こちらをまぶたに塗っていきます。指で、こちらね、結構コッパー色、銅色みたいな血色よく見える系なので、こちらね、いい感じじゃないですか。夏っぽい、元気でね。下も入れていきます。銅って銅色のこと銅はい、こんな感じ。じゃあハイライトもね入れていきます。ちょっとここのね高いところにこれ入れとく。あとは目頭もこれをちょっとだけ入れます。アイラインとマスカラをちょっと塗ってね仕上げていきたいと思います。はい、こんな感じでできました。こっちもねマスカラも塗って仕上げてみました。すごいね、ツヤ。お粉も何も振ってないので、やっぱりねもう全体的にすごくツヤ感がありますね。もうツヤじゃない、逆にリアルっていうね。でこっちはファンデーションはねツヤのない粉のものを使ったので、ハイライトとチークをちょっとツヤっぽいものを使ってね、アイシャドウにもねちょっとラメを入れてツヤ感を出しております。なのでね、こっちはマットプラスツヤって感じにはなってると思います。でこっちはねもう肌から色味からチークも全部クリーム系だけを使ってます。アイシャドウもね。どうですかね。今回ねこれを企画した時はパウダーものを全部使うのは老け見えしますみたいなのでいこうかなと思ったんですよ。でもね試しにメイクしてみたら老け見えしない、使うもの次第だなっていうのが分かりました。最初はね本当に全部マットでいこうかなと思ったんですよ。チークもねこのツヤっぽいのを使わずにもうマットなものを使って全部ね色を落としてねやろうかなと思ったんですけど、そうするとねやっぱちょっと悪意あるなと思って、皆さんがね使うであろうようなものを使ってちょっとしたトレンドっぽいツヤのもの、そんなにねマットなものを今時は使わないと思うので、ちょっとねツヤ感をそういうので足してみました。というのでね、この感じ私的にはねパウダーファンデーションも悪くない、決して悪くないなっていうのが実感です。めっちゃ綺麗じゃない？いやめっちゃ綺麗なのよ本当に。これねメイクするの3度目なんですけど、テストメイクで一番最初にいた時にこういう潤い系のプライマーを使わなかったんです。で全部ねマットでしっかりカバーするように何回も塗ってやったんですけど、そしたらね肌に張りがない50代のこの肌にはこのちりめんっぽいのとか、あと肌がねやっぱりちょっと縮こまってる感がすごいねチリってやっぱりね見えちゃったんですよね。なのでこういうパウダーものを使うときは最初のプライマーでしっかり潤いのあるものを使ってください。そうすれば結構綺麗です。今時のファンデーションねそこまで厚塗りではないので結構綺麗に仕上がったかなと思います。ただねやっぱりちょっとだけこういう小じわ系のところにシワが入りやすい、ちょっと見えるシワってちりめんっぽいのがね。ただこういうちょっとツヤっぽいので飛ばしてあげればカバーはできます。でこっちねツヤ重視全部クリームで仕上げました。こっちはね肌の張り感、この辺のね小じわ感っていうのは本当にね全く目立たない。この大きいちょっと目尻のシワだけはちょっと入るけれども、この辺のねちりめんシワっていうこう縮まってますみたいなのは全く気にならないです。ただこの辺のね私の毛穴とかちょっと今アレルギーっぽくてねボコボコしてるんですけど、
それは肌の反射がすごいので余計目立つかなっていう気はしますね。こっちの方が目立たないよね。その反射があんまりないから、反射する分こっちの方がデコボコには良くないかなっていう気がします。なのでこういうクリームタイプで仕上げるときは最初にね毛穴下地とかを仕込んで、この毛穴落ちっていうんですかね、しないようにこの毛穴を最初に埋めてあげるような、下地をね使ってあげることが大切かなと思いました。今回ねそういうのをねしてないので、そう見た目ねやっぱりこっちの方がこの毛穴のボコボコ感はねそんなに見えないかなと思います。ただこういうちりめんに対してはこっちの方が良い。アイシャドウとかこの辺もこっちに比べたらこの辺のね小じわ感があんまり目立たないと思います。あと見た目の印象っていうかね、こっちの方がやっぱりちょっとメイクしてる感はしっかりある。こっちの方がファンデーション塗ってます感はない。あとこうバーンってこう張って見えるっていうかね、光ってこう光るっていうことは外にこう出てるんですよね。張ってる分ちょっとこっちの方が大きく見えるかなっていう気はします。こっちの方がシュッとこう収まってる感じ、こっちの方がふわってこう外にね大きく見えるかなっていう気はします。なので私の結論、メイクにルールはないので、ファンデーションねこういうパウダーものが好きな人は使ってください。使ってください。はい。ただ全部それだけでねやっちゃうとちょっとやっぱり重たくなりすぎちゃうんですよ。なのでツヤ感を出すためにハイライトチークをちょっとツヤのあるものを使うようにしましょう。そうすればねこの辺の張りは出ます。やっぱりツヤが出るっていうことはね外にやっぱり出るので、こっちと一緒ね出るので、張りを持たせたいところにツヤを足しましょう。でね、引っ込めたいところはパウダーでねこう押さえる感じにした方がいいかなと思います。なので反対側、こっち側はね張りを出したいところはこのツヤのままでねいいかなと思うんですけれども、引き締めたい部分はパウダーで押さえるか、コントゥアはちょっとパウダーを足してあげるで、ちょっと外側は押さえて収まりがよく見せるような感じにするといいかなと思います。あとこの辺のね毛穴がテカってあらわになっている場所、そういう場所には最初の仕込みで毛穴用のね下地を使ってこのボコボコを慣らしておいてあげる。でそれでこのクリームを塗る。それでもまだ目立ってるようだったらもうここだけねちょっとお粉でマットにね仕上げるとこのデコボコがねあんまり目立たないかなと思います。ちょっとだけここねお粉で押さえてみたいと思います。ほら、さっきより目立たなくなったんじゃない？ねえ。そうなのよ。なのでここはね本当に下地でまず隠してツヤになりすぎないようにこういうねお粉で最後ちょっと押さえてあげましょうね。それだけでだいぶね違うかなと思います。もうこの辺はね貼ってていいんでツヤでいいかなと思います。あとねこういうちりめんも目立たないので、目周りのねこういうチリチリってしてるところはクリームだけでねお粉とかははたかないでいいかなと思います。こっちもね悪くないけどこの辺の小じわは目立つ。これで仕上げて後からフィニッシングスプレーで潤いを与えるっていうのでもいいかなと思います。サラサラでねこっちの方が気持ちはいいです。ぶっちゃけこっちの方が若干ベタつきはあるかなって、乾燥肌の人にはいいと思います。これから夏になるのでどうしてもね汗かいたりとかやっぱり油分がね今までよりも出やすくなる季節になるので、そういった時にはねこういうパウダーのファンデーションベースにねすごくいいかなと思います。さらっと仕上げてね自分のこう皮脂でちょっと潤わせてあげる、そういう感じで適材適所、季節にも応じてねちょっと変えていくのもいいかなと思います。はい、というわけで今回ね半眼、こっちはパウダーだけ、半眼こっちはクリームだけで仕上げてみました。今ねちょっとこちらの方ねパウダーで押さえてみたんですけれども、
最後の最後で電気が消えちゃった。そうちょっとだけねパウダーで押さえてみたんですけれども、こういうねそれぞれにいいところがあります。なのでこれはね絶対使わない方がいいっていう、そういうねどっちは悪でどっちは正義みたいなのはありません。まあね、好きな方を使ったらいいと思います。ただどちらにもねデメリットっていうのがあるので、そのデメリットはね違うアイテムでやっぱカバーしてねいった方がいいかなと思います。パウダーのファンデーションで仕上げる場合はチークとかハイライト、あとアイシャドウのねラメとかでちょっとしたツヤ感をね足して、50代にない張りみたいなね、そういうのでツヤ感でね買ってみせるような感じにした方が若々しく見えるかなと思います。あとね、こっち側だとね、目周りの小じわとかシワに対してはすごくね見えないようにするには効果的なんですけれども、ツヤ感がありすぎてしまうので、逆にねこういうところの毛穴なんかはデコボコ感がねさらに見えてしまうので、こういうところだけね毛穴下地を最初に仕込むですとか、パウダーでね最後にちょっとだけ押さえてここだけマットにしてね、あんまりデコボコ感が目立たないようにしてあげるですとかね、そういった工夫をしてみましょうということでね、もしね今日の動画が役に立ったなと思った方は是非高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。それではねまた次の動画でお会いしましょう。またね、バイバイ。